パルの冒険です。本日もこちら戦国府部やっていこうと思います。本日はですね、皆様からものすごいお問い合わせが多い質問があるんです。それなんやいうのはね、この戦国府部で武将どの順番で育てたらいいですかとか、どの武将を育てたらいいですかっていう質問がものすごく多いんですよね。で結論から言うと、ここ6人もう揃えてあるんですけど、この6人が、無課金的にいくとね、この松平、高司、今川、義弘、秀吉、この5人は手に入るんですよ、今からでも。で、唯一、この義政だけが今来てるんですけど、今、復刻で来てるんやけど、この義政だけが、課金っていうか、ガチャ回していかなあかんねんけど、どれもみんな、回さなあかんねんけれど、比較的ね、松平も、高司も、今川も、義弘も、秀吉も、ずっと手に入る武将なんですよ。で、この期間だけ手に入るんがこの義政なんですけれど、そうですね、僕、このゲームしてて、まずどれを育てなあかんかっていうと、もちろんね、この今川義元やと思うんですよ、頂点武将の。これ何がすごいかっていうとね、火力がすごいのも、さておきながらね、一番の見どころが、物理攻撃が上位の味方2部隊に防壁を加えるっていうのもあるんやけど、それ以外にね、この不動を絶えず与えていく。不動を与えると、不動っていうのは敵の攻撃を無力化するんですよ。一回、不動が1枚入ってたら、1回攻撃を防ぐんですよ。で、これ10枚入ってたら10回攻撃を防ぐっていう優れもんなんです。それをちょっと覚えておいてほしいんですね。で、ここで命定っていうのが書いてあるんやけど、命定を敵の武将に与えることができるんです。でこの命定っていうのは敵の動きを動かれへんようにしたりすることもできるんやけど、あと 50% の確率ではございますが、動揺を与えていったりすることもできる。で、これは優れもんなんですよね。ここの舞台で行くと、不動が絶えず攻撃力2人の武将やから、今川義元と義弘、この2人アタッカーに絶えず不動が当たっていくと思います。で、命定が入ることによって何が起こるかっていうと、この松平信康、これが敵が命定状態になるとっていうことで、現兵力 10% ほどのダメージを与え、挑発効果を与えるってことで、挑発で敵の攻撃をこの松平が一手に受けるんですよ。でこの松平っていうのはものすごい防御が堅い武将なんです。盾として優秀なんですよね。でその敵部隊に反転を付与することができて、でまた味方後列に自身最大兵力の 5% ほどの兵力を回復で暗部効果、これがすごいんですよね。暗部と兵力を回復できるっていう、これ優れもんなんですよ。毒を食らってても暗部をかけれたりするんで、毒外せるんですよね。それで回復することができるから、この松平はものすごい今川使うんやったら重宝します。で、鉄壁も付与することができる。で、ダブルストッパーで、この秀吉も入れてるんやけど、秀吉がね、味方が受け止めを発動するたびに敵部隊に挑発、これも敵の攻撃を一手に受けるんです。これものすごい硬い秀吉。秀吉はね、多分全部将の中で一番硬いぐらいに入ってきますね。で、ランダム敵2部隊に反転っていうことで敵の攻撃力を
反転させるっていうか、物理と計略反対にするんですよね。で、攻撃が最上位の味方部隊に25ほどの防壁効果を与え、雲隠れ。この雲隠れが優秀で、一番のアタッカーである、これ倒れたらあかん武将、今川義元に、頂点の今川に雲隠れで隠してしまうことできるんですよ。で、これね、兵装も、ちょっと兵装の話しましょうか。これ、武装、重装備兵ってなってるんですけど、戦闘侵入時に自身に研修が入って、この時点でもう硬いじゃないですか。で、研修古種が継続で入っていく。付与していったらね。で、これ、覚醒見ていったら、もうフル覚醒してあるんです。で、兵数上限250。物理攻撃160。物理計略防御250。で、上。戦闘侵入時、自身に最大兵力50ほどの防壁効果を与える。でから下、物理計略防御250。でから、初めて自身の兵力が 50% 以下に減ると、自身に最大兵力70ほどの防壁効果を与えるっていうことなんです。そしたらね、兵装つながりで、さっきの松平からちょっと戻るんやけど、松平の兵装が、こういうのがあるんですよ。北面剣士っていうのがありましてですね。これが、火ダメ軽減 17% っていうことで、防御力がさらに硬くなる。ダメージの軽減ですよね。それが 17% ついてくる。で、これ15まで上げてあるんやけど、これ12まで上げると、こういう効果があるんです。これ、僕の場合15、フル突破してあるんやけど、回避が 14%、で、衰弱効果にかからない。だから、沈黙効果にかからないっていうので、これが優れてるんですよ。この沈黙にかからないっていう。だから僕が最初に育てるんが、今川が良くて、今川がいいって言いましたよね。で、鬼武将は松平が一番合うんですよ、今川とは。これで沈黙、このね、覚醒スキルってありますよね。これが丸々止まってしまうと、松平動けないんで、ここに同様に影響されないって書いて、同様にはかからないんです。やけど沈黙にはかかって動き止まるんですよ。覚醒スキル打てなくなる。だけど、今の兵装にしてたら、この子動けるようになるんですね。はい、そしたらね、次の武将、この高司信子。こちらの方もね、見ていくとですね、同様に影響されない。自身にデバフが付与されるとってことで、なんか悪さをするデバフが入った時に、味方全体に自身最大兵力の 10% ほどの防壁、味方全体に防壁で守ることができるんです。で、その時に暗部を打つことができて、全体に。この暗部が優れてて、今川ってね、結構同様で止まったりするんですよ。だから、この暗部で解除することできるんですよね。そこが優秀なんですよ。だから、松平とこの高司で、ダブル暗部で、なるだけ今川の動きを止めないようにしていこうっていうのが作戦ですね。で、攻撃が上位の敵に部隊に30の計略ダメージを与え反転。ここでも反転ですね。だから、秀吉と高司で反転で敵の攻撃力弱らす。攻撃が最上位の味方部隊に鉄壁。ここでも鉄壁入ってきますね。で、毎ターン6回発動可能ということで、この名称もね、あるんです。こういうのも全部突破してあって、こういう感じですよね。もうさらに硬くなって、この武将はものすごい硬い武将。で、これ見ていて、回復もできるんですよ。この、高司ね、このゲージが溜まった時に、味方兵力最小の3部隊に75ほどの兵力を回復
することできて、さらに暗部でしょ。で、味方王列に、一部隊に激励いうことで、ここでね、兵力を回復できるんで、後列、松平が後列を回復していくんやけど、いよいよ前列が減ってきたって時は、高司がゲージが溜まったら回復することができます。っていうこと。あと、最後、まあ、そうですね、アタッカーは今川と義弘だけやねんけれど、で、この足利義政僕手に入れたばっかりやねんけど、まあ大体強化的にはまだちょっと行き届いてないんやけれど、この武将がね、味方がデバフを一つ失うとっていうことで、高司とも相性いいですよね。高司がとか松平が暗部かけていくんで、デバフが入った時に、暗部で解除した時に、この義政が動くトリガーが発動するっていうことで、味方後列に自身最大兵力の 10% ほどの防壁効果を与え、奮闘ってことで、今川と義弘に奮闘かかってくると思います。で、味方部隊に不動効果を発動。そのデバフが一つ失うとっていうことで、そこで不動入ってきますね。不動かける武将多いですね、ここの部隊ね。で、攻撃が最上位の敵部隊に転移を発動。これ優秀やね。で、縦列の味方部隊に、その最大兵力15ほどの兵力を回復。銃撃。この銃撃大きいですね。銃撃で今川を動かす。これ、同様で今川が止まってたら、銃撃を付与しても動かないんです。だから松平とか高司で絶えず今川の同様で止まってる今川を解除しとく必要があるんですね。そういうことがあるかな。あと最後、これですね。島津の義弘。島津の義弘なんですけど、そうやね、これもちょっと強化が行き届いてなくて、茶器も11で止まってるし、これなんかあるんかな。副将、これか。これですね、ここがきついですね。北面騎士やねんけど、強化が大でついとうけど、0.0 なんですよ。プラス0。で、未強化これが、ここの強化が急がれますね。で、性能なんですけど、これはね、言わずもがなね、味方が通常攻撃をした時に、バフ数最多の敵部隊に転移が飛んでって、しかも敵後列に100の物理ダメージを与え、気絶を付与ってことで、敵の後列3人、雲隠れで隠れてたりしたら気絶当たらへんねんけど、この義弘の気絶は。奥村とかの気絶は当たりますよ。全体攻撃やからね。雲隠れで隠れてても。この義弘はでも絶えず通常攻撃を味方がした時に気絶を後列に与えていくんで、止めてくれる。足止めをかけてくれるんですよね。だからここの義弘の火力を上げていったらかなり使える。この今川と義弘はアタッカー的に物理のアタッカーやったら有効やね。で、沈文も打てて自身に。だんだん味方一部隊に視線を張り巡らしていくことになりますね。これどんどん打てば打つことね。いうことで、今だいたいこういう感じで説明させていただいたんですけれど、そうやね。だからこれ、無課金でも取れるんは松平、高司、今川、義弘、秀吉ってことで、義政以外は全員取れるんですよ。義政も、無料の投票権ずっと貯めていったら取れるんですよ。だから、うまいこと言ったらね、取れる。これは一例ですよ。これ、僕が何ぼかんでもこれが一番強いですって言うとわけじゃないんですよ。これはこういう感じで組み上げていったら、同様にも沈黙にも影響されない。松平も同様も沈黙も受け付けないし、高司も同様も沈黙も受け付けないんですよ。
そういう武将って結構いるんですね。だからこの松平とかが持ってるね、この兵装、北面剣士の、この青白鷺の青鷺やね。青鷺の刃これとか持ってたら沈黙にかからない。あと、そうやね、松平のところ、北面剣士のそれがいるのと、あと、高塚さんが持ってるんやったら、この重装備兵の、これですね、羅刹機鎧。これとかがあったら、沈黙にかからないんですよ。こういうので、同様にも沈黙にもかからへん武将がやっぱ重宝しますね。どれもね、手に入るんです。義政だけがちょっと手に入らへんねんけど、僕はまあ、是が非でも義政手に入れたかったんですよね。なんて言ったって、物理最強なんですよ、このサポートとしてね。これはもう多分言わずもがななんですね。まあちょっとどういう動きするんかっていうのをちょっと見ていこうと思います。まあ普通に言ってね、本来は早く動けるやつ、初姫とか、ああいうのがおって、さっきバーンって攻めた時動いて、今が動かしてくれるんがありがたいんやけど、それかあと秀吉とかを動かしたり、フロイスとかで動かして、今川を雲隠れで隠してしまうのが一番手っ取り早いんですね。そういうのがいいんですよ。でもこれ、松平も、多分ね、この松平も受け止めが75ですよね。ほんで、この高塚さんも受け止め50か。受け止め50やけど、あ、これがついとうね。で、秀吉もこれ受け止め112とかいうとんでもないあれがついとうけど、これね、浮世絵とかで多分、軍備で浮世絵とかも揃えれるはずなんですよ。これ、僕どこで見たらわかるから。我が武装か。浮世絵か。これで見ていったら、浮世絵がね、どれや。富士かな。富士これ受け止め、これレベルなんぼかな、僕。富士はレベル4やから、レベル4。で、ここで 24% やね。24% で 75% の 25% ってことは 99% ほとんどのやつがあるってことで、いうことでちょっと見ていこうと思います。はい、そしたらね、足利義政、松平元康、高司信子、今川義元、島津義弘、豊臣秀吉。この6名で、どれと戦ったらええんかなっていうのがあるんやけど、まあね、僕、デク部隊っていうのがあって、6軍や、これもセットされとうわ。水学部隊なんですけど、これがね、一番ね、手が遅いんですよ。だから、これがね、前田刑事がターン開始時なんですよ、動くんがね。でも、これ、僕が攻める方の動画部隊っていうのは、早く動けるやつが一人もいないんですよ。だから、誰かしらが受け止めを発生した時に秀吉が動いて、今川を雲隠れて隠してくれへんかったらあかんねんけど、これも運任せやねんけど、今見てもらった通り、ほとんどが100を超えるんで、100近くあるんです、受け止めが。だからどっかしらに攻撃が当たってきたら、多分受け止めするんで、これでいきましょうか。本来はね、早く動いた方がいいんですよ。で、雲隠れで今川を隠してくれる方がいいねんけど、これで多分いけると思うんですよ。これで多分ね、前田刑事がターン開始時で動くんですよ。これだから遅いですよ。どっちの部隊も、ほら、ターン開始でこれ動くんですよ。受け止めはもうめちゃくちゃ発生しそうじゃないですか。これで秀吉が動く。で、雲隠れで秀吉が隠す。で、あっち見てもらったら分かるんですけど、反転がもう全部将にかかっとるでしょ。これでも攻撃力ほとんどないんですよ。で、今川が動いたことによって松平が動く。今川が命令与えるからね、さらに動けなくしますよ。で、こう、後列に暗部かけながら、で、今川動いたら、防壁で義弘を守りながら、不動も守る。ここ見てもらったら分かるんですけど、これ、義弘ね、不動入っていくと思うんですよ、ここか。
これが今4回でしょ。これ4回は敵の攻撃を無効にできるんですよ。これがどんどん入り続けていく。この2人がずーっと動いていくっていうことやね。これが今が動く基準っていうのが見てわかるかな。味方がバフをバフを一つ失うとなんですよ。ここでバフを一つ失ったことによって発動していく。こういう感じですね。秀吉が動く。まあここはね硬いんですよ。足利義政硬いでしょ。ここで高司が動き始めね、義政が動いて縦列に銃撃ね、これ通常攻撃したことによって義弘が覚醒スキルを発動。覚醒スキルは突破スキルか。突破スキル発動ですね。こういう感じですね。で受け止めが発生したことによって秀吉ね、これが言ってたゲージが溜まった時に兵力回復ですね。こういう感じですかね。で通常攻撃したことによって義弘これはあれやね、ゲージが溜まってから撃ったやつやと思うわ。で普通に通常攻撃したから義弘っていう感じですね。こういう感じでどういう武将を育てたらいいんかっていうのは人それぞれ違うと思うんですよ。僕の場合今僕が戦国風母始めてずーっとやってきて大納言とか中納言とか大納言に上がって専用武器覚醒とかがあったり兵装覚醒とか全ての強化ができる状態、フリーになって何でもかんでも強化 OK になって、今監督の制限で強化できないっていうとこいっぱいありますよね。それを取っ払って全てを強化できるっていう風になったら最初に選んでいく6人はこの6人になるんちゃうかなって僕思って今見てるんですよ。これね人それぞれ違うし皆さんには皆さんのお考えがあると思うし、僕みたいなのがなんか偉そうなこと言うわけにはいかんのですけれど、なるだけね基本的には将来的に動揺で止まらないとか沈黙で止まらないとか、あと相手を気絶で止めるとか雲隠れでアタッカー隠すとか、ここの基本的な流れは一緒やと思うんです。でなるだけね無課金でも手に入る武将でちょっと揃えてみたんです。ということでね、こういうふうにこと早めに考えてやっていくと半年ぐらい速さが変わるんですよ。これ知らずに闇雲に強い武将出たからって育てていくと半年ぐらい損すると思うんですよね。僕この高司育てるだけでもう1年半かぐらいかかってるんですよ。兵装っていうか武器じゃない兵装を揃えるだけでものすごいかかってるんです。まず武将を手に入れるもかなり時間かかってるからね、高司の場合。だけどもうはるか昔からそれをこの子を入れるつもりで用意してたっていうのがあるんで、皆さんもね最初に半年ぐらい損してしまうんでね、どれを育てるか育てへんかっていうのでね、行ったり来たりするんで、もう最初にこういうことを考えていったら半年ぐらいは短くなるかなっていうふうに思います。ということでね、ちょっとおこがましい動画になったんですけど、皆さんのね質問が多い質問なんで、どういう優先順位で僕どれ育てたらいいですかっていう、もっとねここにね自分が持ってる武将って違うんで、人それぞれねその武将を見てこの武将たちやったらこれを育てた方がええっていうのは絶対違うんですよ。
絶対違う。ただ僕が持ってる部署で今から改めて育てるんやったらこんな感じになるな、6人で育てたらこんな感じちゃうかなっていうので、ある一例ですよ。一例でこういうふうに言いました。ということで、どうもありがとうございました。この動画が何かの役に立った、ためになった、面白かった方は、チャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。また、配布の方をお願いいたします。どうもありがとうございました。